今日は手裏剣を片手に複数本、3本4本5本と持って、これを1本ずつ打つ打ち方、これのやり方を解説してほしいというコメントをいただいていましたので、このやり方を解説させていただきます。こういった片手に複数本手裏剣を持って1本ずつ打つという打ち方は、当然やりませんという流派もあります。その一方で、例えばこういうものを秘匿、秘密にしている、やり方は秘密ですという流派もあります。ですので私の場合ですけれども、このやり方はあくまで私のやり方です。私の場合は手裏剣を、手探りで始めたので、仲間内とこうした方がいいかなとか、ここをもうちょっと工夫すればもっと良くなるよとか、そんなことを相談しながら、研鑽をしてきました。ですのであくまで私のやり方です。これが正解とかではないし、こういうふうにやってるから間違いだということでもありません。ですからこれを見ている方でこうした方がいいんじゃないかなとかあったら、それはご自分で工夫されていいかと思います。あくまで私のやり方での複数本持って1本ずつ打つ打ち方、これのご紹介をさせていただきます。ナイフなど大きさがあるものだとこう持つ人がいます。段差を作って持つ。そして一本一本これを打っていく。下の手裏剣の上を次の手裏剣が滑るような打ち方、そういう投げ方をする人もいますが、私の場合の持ち方ですけれども、親指で持ちます。親指で持って、中指、小指でもいいんですけれどもね、中指、薬指、小指、この辺りの指を使ってこのお尻側を押します。そうするとこの姿勢になります。これで打ちます。次また押します。これを繰り返します。分かりやすく5本ぐらい持ってみましょうか。5本。この状態でまず中指、小指、薬指、どれかの指で一番上の剣尾を押します。そうするとこのように1本だけ取り出せます。この状態で打ちます。また次の一番上の剣尾側を押す。この状態で開けばこのように持てます。で打ちます。また押します。これを繰り返します。非常にシンプル。親指で持ちます。お尻側を押す。このように持ちます。で次のお尻側をまた押す。持つ。打つ。これを繰り返します。両手を使う場合も同様です。私は親指で持ちます。そして右手の中指、小指、薬指で一番上の剣尾側を押す。そうすると持てますので、この時にはもう左で用意をします。でこれを打つ。これを繰り返します。やってることは非常にシンプルです。注意点があるとすればですけれども、この場合前のこれから打つ手裏剣が2本横にあります。その上に手裏剣が縦に入りますので、
手首の操作が意外と使えません。なのでこのまますり抜けていくことになりますので、お尻側は若干当たってしまいます。なので余計に手首がねうまく使いにくくなります。手裏剣の上をすり抜けていくぐらいの感覚でいいと思います。これがね実は本数が多いとより顕著です。わかりますか？横にある手裏剣、そして縦、この形で打ちます。なので余計に手首が使いにくいので、このまますり抜けていくような形。横になった手裏剣の上を少しすり抜けていきます。厳密にはね真横ではなくて少しぐらいこう斜めにはなりますけれども、こんな形です。こんな形で抜けていく。イメージとしてはこんな形です。趣向をつけてみました。この上に手裏剣があると思ってください。つまり横向きに手裏剣が1本入って、その上に手裏剣が置いてある。イメージとしてはこんな形です。この手向の上を手裏剣がすり抜けていくだけです。手向をつけたままでも手裏剣を打つことは特に問題ありません。ちょうどここに1本先ほどの手向があるようなイメージで持ってやっていることは一緒です。あとはもう落ち着いて打つ。別に、縦以外の横だろうが変わりませんので、手裏剣はいつも通りに打ちます。ここに1本入ってる。1本手裏剣がある上に乗ってるだけです。なので手首じゃなくて体全体で手裏剣を打ってあげる。あとはこれをだんだん速くしていくだけです。というわけで今日は手裏剣を片手に複数本持ち、これを1本ずつ打つ打ち方。海外では、これをノーリロードと呼ぶこともあります。この動きをリロード、補給補弾とした時に一気に打ち切る。この動きのない、持ち帰る動きがない動きということでノーリロードと呼ばれています。この打ち方の解説をさせていただきました。もちろん私のやり方です。最初に話した通り、これをもとにいろんな工夫をさらにされるのもいいと思いますし、あくまで一つの参考として見ていただければと思います。それとこういった片手で複数本持って打つ打ち方を秘匿としている流派があるという話を最初にしましたけれども、あれは別に商業目的だとか、もしくは自分たちの会に入れるための何か口実だとか、そういう了見では決してありません。例えばこういった技術だけが切り取られて、それが宴会芸のようになってしまったり、そういったことを嫌う理由があったりだとか、もしくは何より大きいのは教える側の責任だと思っています。要はこういったものだけ、ここだけ切り取って連打がすごかったから真似してみたとか、それで何かあったら結局手裏剣術をやっている人全体に迷惑がかかってしまう。ですので
あくまで自分のところでしっかりと教えるために、そして何よりもこういった技術だけじゃなくて、手裏剣の面白さっていうのはやっぱり一本しっかりと打つところにもあります。そういった楽しさをしっかりと伝えたいという思惑があってのことです。ですので、私は、こんなやり方も私はこうやってますなんて形でこうやって YouTube チャンネルで配信しておりますけれども、実際はね、本当はこういった楽しさっていうのを直接お伝えできればいいなとは思ってます。ですがね、なかなかちょっと今それが叶わない状態なので、なるべく私は知ってほしい、こういった棒手裏剣の楽しさ、そんなものをお伝えできればなと思ってやっています。ですので、私の YouTube を見ている方っていうのはもう手裏剣できる方だったりとか、スローイングナイフができる方、そういう方が多いのは分かってるんですけれども、これから興味を持って始めようかなと思っている方もいらっしゃいます。ですので、やはりこういったものを練習をするときには、周りの安全、これには十分に配慮して行うようにしてみてください。やっぱりね、危ないことをやっているからこそ、やってる人間っていうのは健全であるかどうかはちょっとわからないですけれども、やはり周りへの配慮、そういったものはしっかりと持ってやるべきだと思っていますので、ぜひ安全に配慮した上で思いっきり楽しんでください。こういったもの以外でも、もし何か興味のあることであったりとか質問等ありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきますので、よろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。